今回の動画は3分45秒。外気温1度から始めます。前回冬季車中泊テストしたのですが、寝るまでの間、寒くて楽しくなかったので、カセットガスストーブを買ってみました。今回は断熱シェードあり、断熱シェードなしでどのぐらい違うのかテストしてみました。上が上部の温度 2.6 度、下がベントした加湿床の温度です。それでは始めます。着火。こんな感じです。つけてすぐ、ストーブの前は暖かくなります。約14分で15度まで上がりました。火、消します。換気のために開けていた窓も閉めます。シェードもつけます。消した後も温度は上昇します。5分でプラス 1.5 度、16.5 度まで上がり、下がり出しました。約30分で 6.2 度下がり、10.3 度になりました。次は断熱シェードを外してテストします。ドアをすべて開け、時間を置いて、室内温度を下げました。シェード外してます。フロントガラスだけ、簡易の目隠しシェードにしました。それでは始めます。ガスボンベも新品に変えました。着火。2.1 度からのスタートです。16分で15度超えました。換気の窓も閉めます。6分で 16.6 度まで上がり、下がり出したので経過を見ます。約30分後、7.1 度下がり 9.3 度。断熱シェードありとなしでは温まる。温度は長くなり、冷める温度は早くなりました。今回は車中泊はしなかったのですが、後のテストが簡易シェードだったので、フロントガラスが全面うっすらと凍ってました。このガスストーブ結構面白くて、このボタンを押して持ち手を倒すことによりコンロにも変わります。今度はコンロとしてテストしてみます。家で使っている IH 用の鍋を使い、お湯を沸かしてみたいと思います。600ml 沸かしてみます。この距離が気になるんですよね。6分経ちました。15分経ちました。25分経ちました。沸騰しねえじゃん。鍋が悪かったのか、パワーがないのか、火と鍋の間が好きすぎてたのが原因かも。暖房にはいいですが、調理にはやはりカセットコンロの方がいいですね。換気に窓を少しだけ開けていただけなので、結露しまくりです。換気ファンをつけてしないとダメですね。寝るときも換気ファンをつけてれば結露しないと思いますが、寒いでしょうね。冬の車中泊したいようなしたくないような。